日本プロ野球とメジャーリーグの格差10倍を税理士が解説。数字からどう違うのかを分析してどうすれば追いつけるか考えます。1、リーグ全体の経営構造。 MLB は30球団が共同出資する中央集権型の組織運営を徹底しています。リーグ全体の年間収益は約 1.6 兆円を超え、これを30球団に分配する仕組みです。NPB は各球団が親会社の傘下で独立して運営される形式が中心です。市場規模は約1800億円から2000億円程度と推計されており、MLB とは約8倍から10倍の収益格差が存在します。2、放映権料の分配方式。MLB は全米放送の放映権をリーグが一括して管理し、年間で約5000億円以上の収入を得ています。この巨額の利益は全30球団に均等に分配されます。対する NPB は、各球団が個別に放送局と契約を結ぶ形態が主流です。そのため、人気球団と地方球団の間で放映権収入に数倍から数十倍の格差が生じやすい構造になっています。3、収益分配制度の詳細。MLB には持てるものから持たざる者へ資金を移すレベニューシェアリングがあります。各球団が地元で稼いだ収益の約 31% をリーグに集め、全球団に再分配します。NPB にはこのような大規模な再分配制度は存在しません。各球団が稼いだ利益は、基本的にはその球団や親会社の収益となり、資金力の差がそのまま補強費の差になりやすいのが現状です。4、デジタル戦略と権利管理。MLB は2000年にデジタル部門の MLBM を設立しました。公式サイトや動画配信、チケット販売を一括管理することで、IT 分野から莫大な利益を生む基盤を作りました。NPB ではパリーグ6球団が共同出資会社を設立して成功を収めていますが、セパ両リーグを合わせた12球団全体でのデジタルプラットフォーム統合や権利の一元化はまだ途上にあります。5、格差が生まれた歴史的背景。1990年代の MLB はストライキの影響で収益が約3000億円まで落ち込みましたが、そこからビジネスモデルを刷新し、30年で約5倍の成長を遂げました。同時期の日本は地上波放送の衰退という環境変化に直面しました。従来の巨人戦を中心とした広告宣伝モデルから、自ら稼ぐビジネスモデルの転換に時間を要したことが、現在の決定的な金額差につながっています。6、観客動員数と試合数の影響。MLB は年間総動員数が約7000万人で、1試合平均は約 2.9 万人です。NPB は年間約2500万人で、1試合平均は約3万人となっており、1試合あたりの集客力では日本が MLB を上回ることもあります。しかし、試合数が MLB は162試合、NPB は143試合と19試合の差があるため、年間のチケット収入や飲食代の総計では MLB が大きくリードします。7、前線優遇と球団保有のメリット。アメリカでは球団買収価格の最大 100% を15年間にわたって減価償却できる制度があります。これにより、球団経営で出た利益を帳簿上で圧縮し、多額の節税を行うことが可能です。日本では野球協約に基づき、親会社が球団の赤字を広告宣伝費として補填し、それを損金参入できる特例があります。これは経営の安定を助ける反面、球団単体での黒字回憶を削ぐ要因とも指摘されます。8、市場規模の拡大戦略。MLB はアメリカ国内の 3.3 億人だけでなく、WBC の主催やロンドン、ソウルでの公式戦開催を通じて、世界80億人をターゲットにしたグローバルビジネスを展開しています。NPB の市場は主に 1.2 億人の国内市場ですが、近年は球場をボールパック化して365日稼働させる不動産開発や、地域密着型のエンターテインメントビジネスを確立することで、国内での経済圏を数千億円規模へ拡大させています。9、NPB が MLB に追いつく方法。NPB が MLB との収益格差を埋めることももちろん可能です。ビジネスとして追いつくためには、これまでの親会社依存の広告宣伝モデルから脱却し、リーグ全体で稼ぐ事業体モデルの進化が必要です。具体的には以下のようになるでしょう。1、リーグ一括管理体制の構築。現在バラバラに行われている12球団の放映権販売やデジタルコンテンツ管理を MLB のアドバンストメディア MLBM のように一本化する必要があります。一括管理することで放送局や配信プラットフォームとの交渉力を高め、放映権料を現在の数倍に引き上げることが収益向上の最大の鍵となります。2、収益分配制度の導入。特定の球団だけが潤うのではなく、リーグ全体の底上げを図る再分配システムを強化すべきです。全12球団の収益の一部をプールし、地方球団や市場規模の小さい球団に分配することで、リーグ全体の戦力均衡パリティを保ちます。これにより、どの試合も接戦が増えてエンターテインメントとしての価値が高まり、結果的に総観客動員数の増加につながります。3、ボールパック化による非試合日の収益化。試合がある年間約70日間の入場料だけに頼るのではなく、球場周辺を365日稼働する商業施設やホテル、マンションとして開発するボールパック戦略を全球団で推進する必要があります。試合のない日も地域住民が集まる場所にすることで、
不動産収入や飲食物販の収益を日常的に得られる構造を作ります。4、グローバル市場への進出。日本の 1.2 億人の市場は人口減少により縮小が予測されます。MLB がアジアや欧州に進出しているように、NPB もアジア圏を中心とした海外放送権の販売や海外公式戦の開催、さらには現地のサッカースクールのような野球アカデミー展開を通じて、世界中にファンとスポンサーを増やす戦略が不可欠です。5、選手年俸の適正化と労働環境の整備。収益が増えた分を選手の年俸として還元し、トップ層の年俸を MLB に近い水準まで引き上げる必要があります。魅力的な報酬体系を作ることで、国内の才能ある若者がメジャーに流出するのを防ぎ、同時に海外から質の高い選手を呼び寄せることで、リーグの競技レベルと商品価値を維持します。6、データの利活用とファン体験の向上。トラッキングで他スタッドキャスト等を完全にオープン化し、ファンのスマートフォンにリアルタイムで詳細な数値を届けるなど、デジタル技術を活用した新しい観戦体験を提供すべきです。データの利活用は、ベッティング市場スポーツ賭博の解禁議論とも連動し、将来的に莫大なライセンス収入を生む可能性を秘めています。7、税制法制度の改革。球団を保有することが企業の節税やブランド維持のためだけでなく、純粋な投資対象として魅力的になるよう、米国のロースター減価償却のような投資促進税制の導入を働きかける必要があります。これにより、IT 企業や外資系企業などの新たな資本が球団経営に参入しやすくなり、経営の近代化が加速します。8、2軍3軍の独立リーグとの連携強化。MLB のピラミッド型構造マイナーリーグを手本に、国内の独立リーグやアマチュアとの連携を深め、12球団以外の地方としてもプロ野球ビジネスが成立する仕組みを作ります。これにより、野球人口の底辺を広げ、将来の顧客とスタッフ選手を安定的に育成するエコシステムを構築します。いかがでしたか？盛り上がって儲かって税金も負担できれば言うことはありませんね。決してありえない未来ではありません。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いいたします。